お疲れ様です。お疲れ様です。今回は、大日本帝国陸軍が軍備の近代化を推進する中で新たに高射砲部隊を創設し、野戦型の高射砲として開発をした火砲、88式7センチ野戦高射砲の解説をします。あれだな、軍縮を断行する代わりに製造したという大正陸軍の機体の新兵器。なんで軍縮をしたのに新型兵器の88式7センチ野戦高射砲が新規に開発量産されたのか、機体の新野戦高射砲は大正陸軍の機体に応えられたのか、そこら辺も含め解説をしていくよ。88式7センチ野戦高射砲の開発の契機は、ある大物軍人の手による、日本史に名を残す軍縮がきっかけだった。誰、その大物軍人って。帝国陸軍で一時期は大派閥を築いた有力軍人、宇垣一重だ。日本史の文脈で言うと、その実力から一旦は首相候補に議せられるも、主導権を握られることを嫌った後輩の陸軍軍人たちから NG を突きつけられ、結果として首相になり損ねた事件で語られることの多い人物だ。後輩から評判は良くなかったのかな。帝国陸軍が OB である宇垣一重を首相にしたくなかった理由はいくつかあるんだが、ある陸軍将校の戦後の回想によると、宇垣一重はそもそも2つの理由により、軍内では評判が芳しくなかったことが人物的な理由としては挙げられるそうだ。2つの理由とは、1つは、これは文献でもよく挙げられる指摘だが、宇垣一重は陸軍大臣時代に大規模なリストラを断行した人物なので、軍内で深い恨みを買っていたこと。もう一つは、同人はそもそも威張る傾向の強い人物で部からの辛抱がそれほど熱いものではなかったことという二点だ。後者の理由は、回想者である陸軍将校の主観もあるかもしれないので深追いしないが、前者の理由は88式7センチ野戦高射砲とも関係のある理由と言える。軍縮って要するに軍備を縮小して予算を削ることでしょ。なんで予算のかかる新しい高射砲が開発できたの？その点は、後年の首相当番劇ではつまずいたものの、絶頂期とも言える陸軍大臣時代の宇垣一重の戦略が光った事例と言えるだろう。すなわち、第一次世界大戦後の世界的な軍縮潮流、さらには関東大震災の復興費用を作る目的もあり、帝国陸軍に対しては軍縮の圧力が強まっていた。この軍縮要求に対し、陸軍大臣宇垣一重は、陸軍師団の4個削減、将兵約10万人の大削減を断行したんだ。その人員整理で浮いた予算は陸軍の外に転用されたかな？いや、その点が宇垣一重の凄みであり、またが伝飲水と批判されても仕方ないところではあるが、師団と人員の削減で浮いた予算を、宇垣一重は帝国陸軍の軍備近代化に充当したんだ。その軍備近代化の中には、航空機、戦車、通信などもあったが、それに含まれる形で、新たに高射砲連隊が創設され、帝国陸軍において初めて正式に高射砲を専門的に扱う連隊が誕生することとなった。さらに、野戦砲兵連隊にも高射砲部隊が敷設されることとなり、帝国陸軍としては、人は減らしたが高射砲は増やさなければならない状況となったんだ。各種された将校らと家族らのその後の生活を思うと複雑な心境ではあるな。そういう観点から宇垣一重は怨恨を背負った側面もあるし、将校らの軍籍としての拠り所である師団をズバッと切ったという側面からも、宇垣一重は恨み役を買ったと言えるだろう。さて、ちょっと宇垣軍縮の話が長くなったが、本動画の主役である88式7センチ野戦高射砲に話を戻そう。先ほども言及した通り、陸軍当局は、新設された高射砲関連の部隊に配備すべき高射砲の整備を急いで進めなければならなかった。しかも、軍備近代化の名目に沿うべく、この際だから新型の野戦高射砲の試作を行うこととなった。軍縮という火事場でたくましいな。そもそも設計作業は先行して進んでいたので、陸軍中央のゴーサインを経て開発スピードが上がり、無事に新型高射砲の試作品が完成に至る。車高はどれくらいだったの？
試験場において各種試験が実施されたところ、最大射高は9000メートルに達したとのことだ。一定の時間にどれくらいの砲弾を砲撃できたの？ 1分間に15発から20発だったと言われている。なんで弾数に幅が？ 1分間に20発を砲撃できるのは、野戦高射砲の扱いに熟練した部隊による場合に実現できた弾数だ。最大射高9000メートル内なら主要な航空機を撃墜できたのかね？その点は残念ながらそうではない。最大射高という性質もあることながら、現場部隊の感想としては、有効な射程距離は最大射高の半分程度だとか、標的となる航空機が大型の場合はよほどテクニカルな命中をさせない限り効果がないだとか、芳しくない評判も寄せられていた。大型を撃ち落とす方法はなかったの？88式7センチ野戦高射砲を4門編成にして集中的かつ大量に砲撃を航空機に浴びせることで対処を図ったそうだ。88式7センチ野戦高射砲に他に問題はなかったの？もちろんあった。具体的には、中対複座機の故障が頻発したことだ。そもそもだが中対複座機って何？中対機は、平たく言うと、火砲を射撃するときに発生する反動を処理するため、砲身を後退させることで当該反動を減災するための装置だ。一回後退した砲身を元の位置に現状回復させる複座機とともに、中対複座機として運用される場合が多い。映画で見るようなシーンだけど、大航海時代の海賊が撃つような大砲は射撃時に大砲が大砲ごと後ろに下がるよな。昔の火砲はその方法で射撃時の衝撃を処理していたんだが、船員に障害を負わせる場合がある上に、射撃のたびにいちいち火砲を元の位置に戻して照準をし直すというのが手間だった。そこで発明されたのが、砲身のみが前後して、火砲自体は一定の場所に留まるよう工夫された、中対複座機だったわけだ。なんで88式7センチ野戦高射砲の中対複座機には故障が多かったの？帝国陸軍が気合を入れて斬新な構造を採用したんだが、その作りが繊細だったので、現場では故障が多いという結果になったんだ。故障が多いまま活躍したのかな？いや、現場部隊からのクレームを受けて見直しが図られ、後年には現場での整備や修理が容易となるよう改良が施されている。優秀な点はなかったのかね？前身である11年式7センチ半野戦高射砲と比較すれば、野戦高射砲としての威力は向上している。さらに特筆すべき点としては、撃墜目標に対する照準機能の向上が挙げられるだろう。すなわち、88式7センチ野戦高射砲の照準具は前身の野戦高射砲からのものを改造して使用していたが、これが正確な射撃を実現できたかというと、そうでもなかったので、帝国陸軍は性能の高い電気式の高射算定具を導入し、射撃の正確性を向上させることに成功した。さらに、これは功罪相半ばする特徴でもあるんだが、迅速な機動性が要求される野戦高射砲であるため、運行重量を軽減するために軽量化が徹底されているんだ。これにより、機敏な移動が可能になるという特性を有している。功罪相半ばの罪は何なの？軽量化を徹底したので、作りが強靭とは言えない構造となり、比較的耐久力が弱くなった結果、地上の目標を標的として砲撃をする場合は防順を別途装着しなければならないなど、いくつかのフォローが必要になってしまった。88式7センチ野戦高射砲は実戦で活躍できたかね？ 88式7センチ野戦高射砲は合計2000門以上が生産されたので、第二次世界大戦に日本が突入する前頃までは、陸軍の主要駐屯地や飛行場などに数多くの88式7センチ野戦高射砲が配備され、待ち伏せによる集中砲撃を駆使するなどして、相応の戦果を上げていた。そして、第二次世界大戦以降は、連合軍の航空機の飛躍的な性能向上に伴い、88式7センチ野戦高射砲もレーダーや通信機器の改良などでこれに対抗し、連合軍の航空機と激戦を展開することとなる。さらに、同砲は帝国陸軍の特殊防空戦闘機、機109に転用されている。機109は4式重爆撃機飛竜を改造した防空戦闘機だが、88式7センチ野戦高射砲を戦闘機に搭載できるよう改造を施し、B29 を一撃必殺で撃墜すべく設計された。落とせたの？終戦に至るまで22機が製造されたが、
機体としての性能不足により撃墜戦果を上げることは残念ながら叶わなかった。さて、以上の通り、88式7センチや先行射砲の解説をしてきたが、戦車や火砲を中心にした本チャンネルの機構情報5チャンネルだけでなく、大日本帝国陸軍やナチスドイツ国防軍の軍人、作戦、教育などの解説チャンネルである、秋田号というチャンネルもやっているので、概要欄にリンクを貼っておくので興味のある方は機構情報号のチャンネル登録だけでなく、秋田号もご覧ください。画像の動画は、大日本帝国陸軍の猛将にして記載である、石原幹事が、帝国陸軍の中枢たる参謀本部で暴れ回るも、盧溝橋事件をめぐる権力闘争に敗れて心ならずも左遷される紆余曲折を解説した動画です。満州事変で油の乗り切った石原幹事が日本の内閣にまで影響を及ぼす様は圧巻だし時代を感じるな。226事件では反乱軍の討伐に及び腰の軍事参議官を免罵して爆撃の手配まで行うなど、行動力の過断さは類を見ないと思う。そして、盧溝橋事件により石原幹事がどのような形で転落を経験していくのか、そこら辺に着目をいただいてご視聴をいただければ後人の至りです。ここまで見てくれた人、ありがとう。機構情報号と秋田号のチャンネル登録をよろしくお願いします。